私は今成田空港にいます。今から台湾の京都と呼ばれる台南の方に2泊3日かけて一人旅に行ってきます。高雄国際空港に着きました。すでにめちゃめちゃ暑いです。31度2度ぐらいありそうな感じですね。とりあえず地下鉄の乗り場に向かいます。そしておそらく前回の悠々カードが残っているはずなんで、そちらを使っていきたいと思います。そしてここから台鉄に乗り換えてまた40分ぐらいですかね、台南の駅まで向かいます。本当だったらここ外に降りていろいろ街歩きしたいぐらいですけど、今回はちょっと目的地が違うんで移動したいと思います。台南駅に着きました。ここからさらに3駅ぐらい乗り換えて本日のホテルの駅まで向かいます。台湾でも母の日ってあるんですね。どうやら電車ではなくバスで3ステーションぐらいっていうことで、ただ待ち時間が40分ぐらいあったんで U バイクを借りてあと 1.5 キロぐらいなんでそれで行こうかなと思います。すぐに見つかったんで本当に便利ですね。日本にもこのぐらいレンタル自転車が広がってくれれば使いやすくていいなと思います。にカオシュン行きます。本当に台湾大好きです。なんかどうやっても U バイクのアプリが開けなくて、僕と同じ事象になってる人も Google の口コミ見るといるんですよね。理由がちょっとわかんないんですけど、結局 Uber でタクシー呼んでここまで600円ぐらいですかね。ただ運転手の人は日本語すごい上手でいろいろ昔の話とか聞かせてくれました。じゃあホテルの方に荷物を置きに行きます。FX ホテル台南というところを今回は取りました。思ってたより全然部屋は広くて綺麗ですね。まずここにテーブル、作業台みたいな、今回ちょっとパソコンも持ってきてるんで助かりますね。2人掛けのソファーがあってダブルベッドがあります。そして窓があるのがありがたいですね。景色も全然いいですね。台南の街並みが一望できます。そしてトイレがあって洗面所と、あとはシャワールーム、一応離れてるんでそこまでびしょびしょにはならなくて済みそうで助かります。それではホテルに荷物を置いたので1つ目の目的地に向かいたいと思います。再度やり直したら U バイク登録なぜか行けました。よくわかんないですけど、いざ向かいます。旅行の時いつもそうなんですけど、ホテルに真っ先に荷物を置きたくてご飯食べるタイミング見失うんですよね。そして台湾でコンビニのおにぎりが美味しいって聞いたことあるんで、時間も中途半端なんでおにぎり買っていこうと思います。AI に聞いたらこれが人気ということで買ってみました。人が少なくて邪魔にならなそうなところでささっと食べたいと思います。おにぎり食べ終わりました。一度食べてみたかったんでやっと念願が叶いました。じゃあ再び目的地に向かいます。自転車で1キロちょいぐらい走って着きました。石棺楼ですね。入場料が70台湾ドルと書いてあるので350円ですね。すごいですね。日本語のリーフレットも置いてあります。パンフレットには全然書いてないけど、この木すごいですね。樹齢何年なんだろう。いいですね。なんか周りは結構お店とかも多いのに、ここだけがすごい独立した空間というか情緒あふれる感じです。ここは夜に来てもライトアップされて綺麗みたいですね。1653年にオランダ人によって建てられたということです。それから地震などによって何回も壊れたりしているのを修復して現在に至るということですね。そしてここで今回もマグネットゲットしました。台南マグネット60台湾ドルだったんで300円ですね。嬉しいです。じゃあ次の目的地に移動します。さっきと同じ U バイクがまだレンタルされてなかったんで同じ子で行きたいと思います。はい、続いての目的地に着きました。林百貨ですね。そしてこちらの林百貨は1932年の12月に開業されたということで、
開業してから94年も経ってるってことですよね。そして最近では可愛いお土産が売っている場所としても有名ですね。今エレベーターで5階まで行きました。階段を上って6階に来ることができます。そしてこの林百貨といえば屋上のロゴをモチーフにしたオブジェが可愛いですよね。こちらの神社は開業してから半年後ぐらいに作られたそうです。そして台湾の商業見物で現存する中で唯一の屋上神社とのことですね。そしてあそこにあるのがおそらく当時の戦争の銃弾の跡とかですかね。行きはエレベーターで帰りは階段で降りてくるといいですね。お店がいろいろあるんで。林百貨出てきました。店内は普段買い物しない人でも結構楽しめると思います。可愛い雑貨とか小物、洋服、あとは食べ物系もパッケージが可愛かったりとか、見始めるとこれずっと見ちゃいますね。次の目的地が近づいてきましたね。シェンノンジェ。築100年以上の古い木造の古民家とかを改装して雑貨屋さんとかカフェとかバーがたくさん入っている通りになってます。かつてここには運河が通っていた場所みたいですね。他の観光客の方に写真を撮ってくれと頼まれることが何組かありました。そのぐらい写真映えするスポットだと思います。そして台湾といえばマッサージということで来てみました。今マッサージ終わりました。70分で1000台湾ドルなんで5000円ですね。かなり良かったです。口コミもかなり良くて、僕を担当してくれたおじさんもすごい上手でした。では夜ご飯を食べに向かいます。ホテルから近かったこともあって軟骨飯っていう漢字を書くお店に来てみました。あ、謝謝。頼んだやつが来ました。豚肉をトロトロになるまで煮込んだ丼に煮卵をつけて、それとプラスで大根のスープを頼みました。これで125台湾ドルなんで600。ではいただきます。めっちゃ美味しいこれ。スープもいただきます。ハウス。はい、せせ。ありがとう。美味しかったです。あっという間に終わっちゃいました。店員さんもすごいいい人でとても満足です。じゃあ今日はこれでホテルに帰って寝ます。おはようございます。台南2日目の朝です。今のところ少し曇ってるんで昨日ほどは暑くないですね。では朝ごはんを食べに U バイクで 1.5 キロぐらいあるんで向かいたいと思います。来ました。こちらのお店をおすすめしている人がいたらできます。ニハオ。ちょうど今 U バイクを返したところに座るベンチのようなものがあったんで、そちらで買ってきた肉まんというかサンドイッチというかわかんないですけど、こちらを食べていきます。普通にすごい甘じょっぱくてお肉もたっぷり入ってて卵もいっぱい入ってて魚もたくさん入ってて美味しいです。値段は70台湾ドルだったんで350円ですね。次の目的地までは少し離れているのでタクシーで移動します。Uber を呼びました。タクシーに15分か20分ぐらい乗って着きました。料金は1700円ぐらいでしたね。そこそこ時間かかったんで。ここがマングローブのツアーみたいなもので船に乗っ
ってぐるっと回ってくれる台南で有名なアクティビティです。私が買いたいのがこっちですね。緑色のチケットの方が30分のコースで200元っていうことなんで1000円ですね。チケットゲットしました。乗り場の方に向かっていきます。漂亮的蜻蜓，好漂亮哦！蜻蜓哦，这是季节限定版的哦，蜻蜓啊，很漂亮哦，它的体态啊，完全很好哈，小河流，真的是帮我讲。だいたい30分ぐらいでしたね。すごい静かな時間が流れるかなと思ってましたけど、結構ガイドの人も日本語話してくれたりとか、周りに僕以外にも日本人の方が乗ってたんで、一緒になってあそこ見てごらんみたいな感じで盛り上がりました。また次の目的地まで5キロぐらい距離にしてあるんで、タクシーで移動したいと思います。次の目的地に着きました。安平州ウですね。台南で有名な観光スポットで巨大なガジュマルの木があるところです。すでにチケット売り場のところにすごい木がありますね。入場料は70台湾ドルなんで350円ですね。你好。にはお。ここも日本語版のパンフレットが置いてあります。ジブリみたいな雰囲気のあるスポットでした。では次の目的地に向かいます。歩いて行けるんで、小道に少しいい感じのカフェがあったんで、休憩がてら少し立ち寄ろうと思います。とてもいい雰囲気のカフェですね。次の目的地に着きました。アンピングーバオですね。こちらの入場料も70台湾ドルということで350円です。こちらのアンピングーバーは1624年に建設されたそうです。この古い大砲は日本が1930年に鑑賞用としてこの上に運んできたそうです。そしてこちらの展望台が1945年に城の動きを監視するために建設されたということです。せっかくなんで上まで登ってみたいと思います。エレベーターがないんで疲れてる人はしっかり休んでから行きましょう。下を見るとこんな感じです。この入り口の階段がすごい斜めに勾配ついてるんですよね。おそらくこれ作った時、勝手な憶測ですけど平らに作ったんじゃないかなと思います。長い年月をかけてだんだん凸凹になっていっちゃったんじゃないかなと思います。これで離れたところで見る場所は終わりなんで、街中の方に戻りたいと思います。ここの消防署もすごい古いですね。1938年に完成したということなんで、今から約90年前に建てられたそうです。そしてお昼ご飯、少し遅めですが食べに来ました。ここですね、担々麺が有名なお店に来ました。担々麺届きました。結構小ぶりですけど、この後他にも食べたいデザートとかあるんでちょうどいいサイズです。もやしと肉そぼろがいい感じで美味しかったです。 Google レビューにも量が少なめって書いてあったんですけど、確かにあれは男の人でも女子でも
3倍ぐらい食べてちょうどいいぐらいかなっていう感じでした。ただ味はめちゃめちゃ美味しかったんで、日本にも出店してほしいぐらいですね。じゃあ次の目的地に向かいます。台湾の人たちって本当にマナーがいいですよね。横断歩道を必ず渡りますし、僕が横断歩道の前で止まっていたら車も必ずと言っていいほど止まってくれます。ちなみに僕が初めて行った海外も台湾なんですよね。次の目的地がここです。孔子廟ですね。今のところ今回の台南の観光地すべて一律70台湾ドルなのかってぐらい全部350円ですね。しかもこれ張り替えたような跡があるんで、あ、すごいリスがいる。ああ、すごいいいですね。今回回った観光地の中で一番ここが僕は好きかもしれない。日本でいう絵馬みたいな感じですね。こちらの孔子廟は1665年に創建されたということですね。台湾最古の学問所とされています。中街と書いてある雰囲気ある通りを歩いてます。続きましてはトーファを食べたことがないので結構混んでいますが、こちらのお店で注文していきたいと思います。トーファが届きました。生まれて初めて食べます。上にかき氷も乗っててめちゃめちゃ今日暑いんでちょうどいいですね。美味しい。トーファ食べて少し涼しくなったんで、続いてはお土産のパイナップルケーキを買いに行きます。台南で有名なお店を調べてこちらのお店が出てきました。ファンボックスっていうのかな、これが一番人気ということで試してみますかと言ってくれました。美味しかったんで買いました。9個入りで315台湾ドルなんで1600円ぐらいですかね。綺麗に切るのが難しいですが、中のあんはどちらかというと現地の方に向けたような味付けになっており、パイナップルの果肉感とかもしっかり残っているパイナップルケーキです。私は個人的にすごい好きな味付けでした。今回行ったお店はいろいろ概要欄に載せておきますので、気になるところがあったらチェックしてみてください。続いての目的地はおそらく観光客の人は行かないと思うんですけど、ちょっと個人的には行ってみたい場所があったんで、ここから 1.2 キロぐらい離れた場所なんで自転車でまた行きたいと思います。着きました。台南公園ですね。日も陰ってきて日中よりは気温が下がってきたんで気持ちいいかなと思って来てみました。普段あんまり飲まないんですけどコーラも持参して公園でのんびりしたいと思います。この木すごいですね。樹齢が110年推定と書いてます。ちょっとカメラでこの大きさが伝わるかわかんないんですけど、Uバイクが気持ちよくて走ってたら気づいたら夜になってました。台南の名物といえばニューロータンということで、こちらのお店に入りたいと思います。赤いところも昼間とは気温が全然変わってだいぶ涼しくなってきました。では今日はホテルに戻りたいと思います。おはようございます。台南3日目の朝です。今日は14時高尾発の飛行機に乗るんで、それまでの時間目いっぱい時間使ってまだまだ観光していきたいと思います。
それではまずは朝ごはんに向かいます。はい、こちらのお店に来ました。有名なチェーン店みたいです。サンドイッチのお店なんで、こちらで朝ごはん食べていきたいと思います。ちょっと録画できてなかったので食べかけであるんですけど、卵とフォークのサンドを頼みました。これで300円ぐらいですね。美味しいです。U バイクに乗って台南駅に到着しました。ここからは電車で移動します。今回も U バイクにはかなり助けられました。高尾駅まで来たんで、さらにここから移動していきます。正面に高尾85タワーが見えます。半年ぶりの高尾です。穏やかでいいですね。すんごい人っ気のないところを今歩いてますが、目的地が見えてきました。こちらですね、日本語読みすると上園農場と読む場所です。高尾国際空港のすぐ後ろにあって、動物がたくさんいたりとか、カフェがあったりとか、飛行機が飛ぶ様子が見れたりとか、知らなかったんで一度来てみたかったんですよね。入場料は300台湾ドルなんで1500円ぐらいですね。そして下に100台湾ドル分の半券がついてて、これで確かカフェとかの利用に使えたと思います。やっぱり空港がすぐ後ろなんで、荷物言ったら預かってくれましたね、受付で。よかった。餌なんかも売ってて、羊の餌やりもできるみたいです。アルパカもいる。この辺おそらくバーベキューもできるみたいな作りになってます。あの中で休めるようなサービスも提供しているのかもしれないですね。アスレチックもいろいろあるんで、小さいお子さんと一緒に来たら余った時間を潰すのにちょうどいいですね。あ、カバ2頭います。かわいい。なかなか日本の動物園だとこの近さで見ることはできない気がします。せっかくなんで餌やりやることにしました。カピバラの赤ちゃんめっちゃ可愛いです。せっかくチケットに500円分の半券がついてたんですが、僕は動物の餌代に使っちゃったんで、現金でアイスを買いました。マンゴー&パイナップルです。暑いんでちょうどいいですね。そして高尾国際空港が間近に見られる展望エリアっていうんですかね、そういった場所も椅子がたくさん用意されてます。最後の最後でカバが出てきてくれました。今こんな世界情勢になってるせいで、飛行機のチケットもだいぶ前に比べて高くなってしまいましたけど、台湾だったら日本からもかなり近いですし、私みたいに一人旅だったら全然10万円もいかないで行けるんで、ちょっとした普段の息抜きに贅沢な時間の使い方ができると思います。2泊3日台南一人旅は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。